おはようございます。パティシエール今日のおやつです。今日のおやつはチーズタルトです。はい、作っていきましょう。まずはタルト生地を作っていきます。今回はクッキー生地、ビスケットで作っていくんですけど、バターもちょっと多め、ビスケットも結構多めなので、フードプロセッサーを使っていきます。持ってないよっていう方は、普通に袋に入れて叩いて粉々にしてもいいんですけど、側面までしっかり綺麗な形で作りたい方は、フードプロセッサーで粉々にした方がやりやすいですね。しっかり粉状にしていただいて、レンジで1分半ぐらい温めたバターですね。塩を1つまみぐらい入れて混ぜていきます。塩の量は、味を引き締めるためなのでお好みで入れていただいて、バターはしっかりとクッキーが湿気るくらいまで入れていただきます。これはビスケット何を使うかによるので、いろいろ試してみてください。またフードプロセッサーでちょっと回すんですけど、あんまり混ざらないので、このままゴムベラに持ち替えて混ぜていきます。ちょっと刃とかでゴムベラかけさせないように気をつけて混ぜてくださいね。しっとりするまで混ざれば OK です。今回はね、ちょっとめんどくさかったんで、こんな感じでフードプロセッサーでささっと作っちゃったんですけど、本格的に作りたい方は、生地をしっかり作って、タルト生地焼いてからやってもいいので、タルト生地を作りたい方は、こちらの動画を参考にしてみてください。より本格的な仕上がりになりますね。こんな感じで、しっとりと押さえると固まるような感じだったら OK です。もし足りなければバターを少し足してください。温かいうちにクッキングシートを敷いた型に、しっかり平らに形を整えていきます。これ冷めていくとちょっと形が崩れやすくなってきて整えにくくなるので、温かいうちにやっていきましょう。だいたい側面にこれぐらいだなみたいな均等な量、ゴムベラで調節できたら、あとは手袋をして、まず側面からきれいに固めていきます。手袋なかったらラップしていただいても大丈夫です。自分で食べる場合は気にならないよっていう方は素手でいっていただいても大丈夫です。ぎゅーっと固めて、しっかり側面をきれいに整えていきますね。もうこれは砂遊びみたいな感じです。で、包丁で上の部分を同じ高さに切り揃えたら、指で整えてきれいな形にしていきます。ここはこだわりの部分なので、きれいに仕上げてもいいですし、後で切るとちょっとボロボロっと崩れてしまうので、そんなに気にならないよっていう方はザザッと作っちゃって OK です。側面がきれいにできたら、底面もきれいに押し付けて、しっかり型の形に仕上げていきます。ビスケットにバターをたっぷり出して作ると結構美味しいですよね。私はもうこの味が好きで、このビスケットタイプのタルトを作ってますね。ここに卵白を塗って焼き固めていきます。この後チーズのソースを入れて焼いていくんですけど、チーズが中から溢れてくる液状の感じのチーズなんですよね。なんで結構ぐちゃぐちゃに崩れちゃいます。で、少しでも綺麗な形に整えたいよっていう方はこうやって卵白を塗っていただいて焼いていただく。で、そうするとちょっと形が整います。しっかり側面までたっぷり卵白を塗っていただいて、180度に予熱したオーブンで5分から10分ぐらいですね、卵白が固まるぐらいまでしっかり焼き上げてください。焼き色とかそういうのはつかなくても大丈夫です。その間にチーズクリームを作っていきましょう。チーズは一番最初の型を作り始める前に常温に置いておくと十分柔らかくなってるかなと思います。だいたい今の時期だと結構気温が高いので30分ぐらい常温に置いておけば十分柔らかくなってますね。ここに今回も雪印のクリームチーズ使っていくんですけど、雪印のクリームチーズは柔らかくて扱いやすいです。フィラデルフィアとかキリのクリームチーズの場合はもうちょっと常温に置いておかないと柔らかくならないかもしれないです。寒い時期とかでレンジにかける場合は10秒とか20秒とかすごい短い時間かけていっていただいて、クリームチーズが絶対に温まらないように気をつけてください。今最初にほぐしていくんですけど、このほぐす段階で温まってしまっていると油が出てしまって美味しく仕上がらないことがあるので十分注意してください。ここでダマなくある程度きれいにほぐせたらカスタードクリームを作っていきます。
チーズタルトの場合はカスタードクリームを作ってこのクリームチーズと混ぜて作るっていうやり方をしますね。卵黄をよく割りほぐしたらここに砂糖を加えてよく混ぜていきます。もう白っぽくなるまでよく混ぜていきましょう。この作業ももう慣れてるよっていう方は今回は生クリームと牛乳と混ぜて使ったんですけど、もう牛乳と生クリームを火にかけ始めていっても OK です。牛乳と生クリームがふつふつと沸いた状態のものをこの卵の液に加えると炊く時間が短くて済むのと、しっかりとコシがある綺麗なカスタードクリームができやすいんですね。なんで温めた牛乳を入れていくっていうのをしたいので、この混ぜてる間の時間で作業ができちゃいそうだったら先に火にかけておいてください。しっかりと白くなったら薄力粉も加えて混ぜていきます。薄力粉は混ざれば OK です。ここで練らないようにしてください。よく混ざったら沸かした牛乳と生クリームを加えていきます。今回ちょっと味をリッチに仕上げたかったので生クリームも足したんですけど、生クリームちょっとね沸かしたりするとバターみたいになったりするのでやりづらいなっていう方がいたら牛乳だけでやっていっていただいても OK です。沸いている牛乳を一気に入れてしまうと卵が煮えてしまうことがあるので半分とか3分の1ずつ混ぜていってください。テフロン加工されているお鍋を使っていくときは今回私が使っているようなもうシリコンがついてる泡立て器を使っていくとお鍋に傷がつきにくいです。金属の泡立て器で使っていってしまうとお鍋に傷がついてしまうので気をつけてください。100均とかにも売ってるんでね、これおすすめです。もしないよっていう場合はすごい一生懸命ゴムベラで混ぜながら炊いていっていただいても大丈夫です。ちょっとダマになりやすいので注意して炊いていきましょう。よく混ぜられたら鍋に戻して炊いていきます。火は中火から弱火にしてください。ちょっと強めの火で炊いていくとツヤがある美味しいクリームに仕上がります。弱火でやるとちょっと時間もかかってしまうので、もし焦げてしまいそうだったら弱い火でも OK です。ここでちょっと温かい状態なので結構すぐに炊けちゃいますね。カスタードクリームをレンジで作る方もいるんですけど、煮え方が結構ムラになったりして難しいので私は絶対フライパンとかお鍋を使って炊いていきます。もうしっかりね、ここで状態が見られるっていうのと、よく混ぜながら火を通した方がダマになりにくいですし、ツヤが出るまで炊いた方が美味しく仕上がるんですよね。数分経つと結構とろみがついて、最初泡がすごい立ってたと思うんですけど、泡がなくなってきます。そしてしっかり沸騰してきます。沸騰してきたらよーく混ぜながら火にかけていって、ツヤが出て一回硬くなって一回柔らかくなるので、柔らかくなるまでよく炊いていきましょう。もうしっかりツヤが出るまで炊けてるのがいい状態です。美味しいカスタードクリームの秘訣ですね。よく混ぜながら炊いていってツヤが出るところまで炊けたら OK です。こうしっかりポコポコ沸いてますし、ツヤが出て綺麗な仕上がりになってってますね。ダマにならないように絶えず泡立て器でしっかり混ぜていきましょう。一回硬くなった後にちょっと柔らかくなったのがわかるかなと思います。こうなったらカスタードクリーム完成です。先ほどのチーズのクリームに混ぜていきます。温かいうちに入れてしまって大丈夫です。こんな感じですね。しっかりツヤがあってプルンとしてれば OK です。ここで乾いていったりしてしまうので、手早くチーズクリームの中に足していきましょう。ささっと入れてしまってすぐに混ぜていきます。さっきチーズクリームもダマがないように練ったので混ざりやすいですね。もう泡立て器ですぐに混ぜていってしまいましょう。そこについているクリームチーズがちょっと剥がせたらすぐ泡立て器に持ち替えて混ぜていきましょう。ここでチーズがちょっと上手に混ざらなくてザラザラしてしまうことがあるので泡立て器に持ち替えてツヤツヤするまで混ぜていきます。チーズが温まるとちょっと油が出てきてしまったりするんですよね。なんでちょっとよく混ぜてしっかりツヤが出る状態まで持っていってください。ここがちょっと難しいポイントになります。
生地の状態をしっかり確認しながら作っていきましょう。艶上がって美味しそうなチーズクリームに仕上がっていれば OK です。プルンとしてますよね。美味しそうに仕上がってます。こちらは一度こして型に流していきましょう。これはチーズのダマや、あとは卵の辛さとかですね。いらないものを取り除く作業になります。そんなに気にならないよっていう方はそのまま型に流していってしまっても OK です。ここでより滑らかに仕上げたい方はこしていきましょう。まだ結構あったかいのでやけどとかは注意してくださいね。一度カスタードクリームを炊く工程があるので難しいかなと思うかもしれないんですけど、作業時間も意外とそんなにかからないです。チーズタルト美味しいですよね。なんかお店で食べるものだなって思うんですけど、お家で食べると本当に焼きたてのやつが食べれるので、今回作ってるみたいなとろーっと溢れ出てくるようなスタイルのものは本当に焼きたてが美味しいので、ぜひ作っていただきたいですね。綺麗にこせたら表面を平らにしてオーブンで焼いていきましょう。ゴムベラでタプ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 としていくと表面が平らになっていきます。先ほどカスタードクリームにも一度火を入れてるので、表面にしっかり焼き色がつけば OK です。180度か190度ぐらいのオーブンで15分ぐらい焼いていきます。で今回はね、ちょっと美味しそうに仕上げたかったので、180度で15分焼いた後に200度に上げてさらに5分焼き上げました。焼き色しっかりつけたいよっていう方は、そんな感じで途中でちょっとオーブンの温度を上げて焼いてみてください。表面が平らにできたら、残りの卵黄を表面に塗っていきます。これが焼き色の素ですね。ちょっとたっぷり塗れてるところが焼き色が強くなりやすいので、あまりたまらないようにきれいに表面に塗っていきましょう。ズボってやってしまうと中にハケが入ってしまうので、表面優しく撫でるような感じですね。焼き上がりはこんな感じになりました。フルフルしてて美味しそうですね。すっごく柔らかくて熱々で危険なので、型から外すとき十分注意してください。今回はコッタさんのこの軍手タイプのミトンを使っているので、結構落としたりとかしにくいので、安心して仕上げに入れます。もうね、チーズの重たさだけでタルトが崩れちゃいそうになるんで、十分注意してゆっくりやってくださいね。お皿にのっけたら、早速切っていきましょう。いやー、もうこれが本当にたまらない仕上がりになります。見てください、このトロッとぐらい。うわー、ちょっとね、食べるのは綺麗には食べれないんですけど、この溢れ出してくる感じがたまらないですね。ぜひ熱々のうちにタルト生地と一緒に召し上がっていただきたいです。冷やして食べてもとっても美味しいので、2種類の楽しみ方をしてみてくださいね。